視聴者の皆さんおはようございます。エリックです。今日は2月19日木曜日です。平日ですね。で今は、大阪から奈良に向かってます。竹之内峠という峠を越えてね奈良に入るところです。で今日乗ってるのはビュエルの XB12SS に乗ってます。この間ねメルカリで買って本当に年の暮れにうちの家に来て、で届いてしばらく放置してたんですけど、1月の中旬ぐらいに整備してね、でツーリング用に USB とかグリップヒーターとボグランプかなをつけて、で、ツーリングできるようにしたんですけど、ようやくなんか本格的に出かけられそうなのが1ヶ月ぐらい経った今日っていうね。今日行くのは、いつも行っているお蕎麦屋さんですね。でそのお蕎麦屋さん、奈良の山の上のお蕎麦屋さんに向かうんですけど、道中ね一応街乗りではねちょいちょい乗ってたんで、こんな感じですよとかいうのをインプレしつつ、峠道でねちゃんと乗ってないんで、ファインディングでどんなもんかっていうのを今日ねしっかり乗ってこのバイクのことが分かるようになれたらいいなと思ってます。でね、自分は基本的にヤフオクなりメルカリでバイクをね買ってね、直してなんか縁があれば手放すっていうのをよくやるんですけど、かといってね適当に扱ってるわけじゃないんで、一台一台ねちゃんとメンテナンスして乗れるようにしてって感じかな。でせっかくうちに来たからにはちゃんとねしてあげたいよねっていうことで、メンテナンスはしてあげたいよねっていうことで、その分もね一応やってます。そうですね、乗った感じポジションはハンドルのこの前後の傾きによっても変わってくると思うんですけど、ちょい前傾のネイキッドみたいな姿勢になってます。乗った感じはここのね幅がちょい広いかなぐらいで、2班クラスって言われてるけど、確かに2班って言われればそんなもんか、2班から400ぐらいの感じはします。でね、乗り味は思ったより乗りにくいことはない。ただね、どうしてもエンジンがスポーツスターなので、スポーツスター乗ってる人は多分スポーツスターのエンジンだわってなると思うんですけど、ちょうどチューニングしたスポーツスターのエンジンがこんな感じだよねみたいな、結構近未来的な見た目してるんで、わりかし現代のバイクなのかなみたいなイメージはあると思うんですけど、エンジン周り、エンジンミッションに関してはちゃんとスポーツスターです。いいとこ悪いとこ含め全部スポーツスター。ただね、上は伸びます。スポーツスターエンジンのいいとこ悪いとこってなんやねんって言ったら、いいところはやっぱ鼓動感ですよね。でラバーマウントなんでエンジンはフレームの中で揺れ取ります。振動はやっぱリジットよりはない。ただちょうど心地いいぐらいの振動がぐるぐると伝わってくる感じですね。多分ね、長時間握ってて手がしびれるほどの振動ではないです。でやっぱりね、下からめちゃくちゃトルクが熱い。いつアクセル開けてもそれなりに出てくれる感じはしますね。最初スポーツスターと全然違うなと思ったんですよ。と思ったんですけど、ビュエル乗ってると回しちゃうんですよ。でスポーツスターも回すと結構スポーティーなんですよね。もちろんスポーツスターなんでねスポーツスターと同じ走り方をします。高めのギアでドドドドドってこういうこれをするとちゃんとスポーツスターだなってなる。ただただ自分の使い方がビュエルとスポーツスターでエンジンの使い方が、回転数の使い方が変わってただけ。スポーツスターもねちゃんと回せばよく回って速いんですけど、日本の人はねやっぱり下からドドドっていうのがハーレーみたいなイメージが強いみたいで、やっぱり下から使おうとするんですよね。ビュエルだとポジションが前傾なんで、
そういう使い方をしようというする気にならんすね。だから多分ね、スポーツスターとエンジンそんなに変わらん。回転はでも軽いからフライホイールクランクあたりは軽いんだなっていうのはあるけど、なんか基本的なフィーリングに関してはやっぱ似通ったものを感じるですね。スポーツスターのいいとこ、なんか乗っててフィーリングが楽しいですよね。フィーリングで走るバイクだなっていう感じがします。でスポーツスターの悪いところ、まずギアが渋いこれちゃんと引き継いでますね。信号待ちとかで止まっちゃうとね、ニュートラル入んねえっていうのがよくあるんですよ。であと前後動かしながらじゃないと、まず入んないとか。ここ綺麗ですね。綺麗。奈良を一望できます。自分が好きな裏道なんですけど、よジェットコースターみたいで楽しいです。オイルもちゃんとね、プライマリーミッションの1リットル、エンジンの 2.5 リットルか 3.5 リットル使います。それもスポーツスターと一緒ですね。手動部擦れて動く部分が多いんですよ。やっぱりその前のエンジンとミッションをチェーンでつないでたりとか、OHV も可動部一応多いですしね、やっぱりねガチャガチャしてるっす。でフルフェイスかぶってる人はそんな気にならないかもしれないですけど、ジェットヘルとかだとね結構ノイズがガチャガチャしてて大丈夫かなこれみたいな思う時はあります。スポーツサーもでも一緒っす。ガチャガチャしてます。特にねオイル傷んできた時とかガチャガチャっていうのが気になるんで、自分は割と音でオイル変えたりしますね。乗り味はねでもネイキッドだな。でそう1個言っとくの忘れました。一応このバイクは、ビューエルの XB の12の SS っていう S が1個つくんですよ。見てる人の中にはもうご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、一応説明させてもらうと、ビューエルの XB シリーズには大まかに分けて R、S、X って3種類あるんですよ。で R がレーシングタイプカウル付きのやつで、 S がネイキッド、 X が、アドベンチャーとかな感じになってくるんですけど、これは S の、さらに S ってつくんですけど、それは何かっていうと、ホイールベースが通常の X より、40ミリ4センチ伸びてます。ビューエルって特徴として NSR のホイールベースより短いとかよく言われるんですけど、ちょっと伸びてますね。だから乗り味的には XBS よりは普通のバイク寄りになってるんだと思います。それでもね、気持ちよく曲がれますね。ちょっとワインディング行って、いろいろ乗り方試してどうかなっていうのを今日ね試したいと思ってるんですけど、そう今乗ってる限りではね普通に乗れるなーって感じ。平和手離しても大丈夫、全然ふらつきもないですね。今通ってるのはね葛城から、橿原の方、春日の方に向けて抜けるバイパスですね。ここ無料で使えるんですごい助かります。であとエンジンの話にちょっと戻すと、やっぱりね低回転はトルク有り余っとるんで、若干ギクシャクするかなっていう感じですね。街中2000回転とかで走ってあげるとちょっとトルクが落ち着くんでギクシャクしにくいかなと思います。低めの回転数で走っていいと思います。街中はねちょっと高めキープで街中走っちゃうとね、結構アクセル戻したらエンブレーキかかるし、で開けたらドンって出るしで、ちょっとギクシャクしちゃうんで、ちょっと回転抑えめで走ってあげればいいと思います。ここはちょっと気になったかな。あとね見てもらったら分かる通りフレームの形がすごいんで、ネックから即ボンって横に広がってるんで、ハンドルの切れ角マジでないんですよ。それがねちょっと街中ではこの見た目なのに小回りいかんっていう、それがちょっと不便かな。思いっきり倒してくるんって回れる人はいいんだけど、街中はちょっと怖いんで、ハンドルで曲がりますよって人に関しては切れ角なさすぎでマジで怖いと思います。怖いというか不便。街中だとこんな感じで本当にトルクでダダダダっていける感じですね。ここは藤原旧跡ですね。
で、1回 SR で、動画出した、この池の周りね、全部桜なんで、で、あの向こうに菜の花畑があります。めちゃくちゃ綺麗なんで、春の時期にもしよかったらぜひね、来てもらえれば。で、その時はこの右のここがね、臨時駐車場になるんで、ぜひぜひ。で、駐車場によってはね、24時間開放されてるんで、早朝から来て止めたりもできます。秋になるとね、ここが本当に一面の、稲穂の海みたいになるんで、本当に綺麗なんですよね。この道もとてもよく通るし、とても好きな道です。でね、こういう田舎道とか走ってる時も、だいたい1000回転、2000回転ぐらいでこう行った方がいいですね。これ以上回すと本当にガクガクするんで、1000回転、2000回転だとこうパッて離しても別にこうね、ギクシャクすることもないんで、ただね、振動はすごいけど、ここら辺ハーレーのエンジンだなっていう。で、逆に言うとね、ハーレーのエンジンのこう心地よさというか、フィーリングを味わえる。走ろうと思うときはこう回してね、上でユンっていけるし、のんびり走るときは低回転でこうね、ハーレーみたいなドドドドドっていう、これも楽しめるんですね。1台で2回美味しい。でもここら辺もスポーツスターも一緒なんですけどね。やっぱスポーツスター乗ってる人ってドドドって走ろうとするんですけど、ちゃんと回したらちゃんとあれも速いんで、スポーツできますからね、ちゃんとね。で、ビュエル乗る人、多分ね、会う人はとことんめっちゃいいってなるけど、会わない人はね、多分とことん合わんすね、これ。思ってたんと違うってなる人はそれなりにいると思います。ハマる人は本当にいい感じにハマると思います。ファンが回っとる。ちなみにファンは、自分の足の間についてます。リアバンクの後ろから、後方に向けて空気を抜いてる感じですね。このファンなんですけど、わりかし頻繁に回ります。真冬の0度近い時でも、流れが悪くなるとちょっとしたらもう回り始めますね。リアバンクのシリンダーヘッドに温度センサーがついてて、そこから温度拾ってある程度の温度以上になると回るみたいなんですけど、ファンは、動いてる時も回るんですけど、止まってからもしばらく回り続けます。っていうのが多分走行風がなくなるんで、リアバンクの熱がね、こもってしまわないようにある程度冷やしてあげようっていうのを、そういうために、回るみたいですね。帰ってきて、エンジン切った後もファンが結構な音でブワーって回ってるんですよね。それが結構気になるというか、割と迷惑な気がしないでもないなっていう感じですね。結構ファンの音大きいっす。だから渋滞とかハマっててね、こう観光地とかで周りめっちゃ人いてゆっくり走ってる時とかになるとちょっと恥ずかしいかもしれないですね。バイクめっちゃファン回っとるでみたいな、すごい音しとるわみたいな、そんな感じになりそうではある。それぐらいの音量ですね。で、走行風のダクトがね、この左にあるんで、このダクトからリアバンクに向けて空気が流れてはいるんですけど、でいいよ、でいいよ、よしよしよし。で、今気づいたけど、もしかしたら蕎麦屋今日休みかもしんない。水木どっちか休みだったような気がする。休みだったらちょっと予定変更して皆様大好きハリテラスまで走ってなんか食べます。いい見えてきました。長谷寺の参道でございます。ようこそ長谷寺へと書いてますね。いけるわ。七軸寺だ。ここが参道入り口でございます。長谷寺もね、お花の寺なんで、ボタンとかツツジとか季節ごとにね、いろいろな花が見ることができますね。
紅葉もね綺麗なんですよ。で清水寺みたいな舞台があるんで、舞台からの景色がねちょうどこのお寺の街の景色をね一望できてすごいです。まっすぐ行ったらね本来の参道なんですけど、通り抜けの場合迂回します。ここが長谷寺の参道、さっきの道を奥まで行くと5本出てきますね。ではここからねハリテラス抜けるまでの道がいいワインディングなので、ちょっと仲良くなるためにねバイクと楽しく走ってみようと思います。高めのギアでやっぱドドドっていくのは気持ちいいですね。でも言うてパワーは100馬力ぐらいしかないんで、めちゃくちゃパワーがあるというよりは程よいパワーで高いトルクで走るみたいなトルク型のやっぱエンジンだなっていう感じはしますね。とりあえずねお腹空いたんで蕎麦屋さんまで行っちゃいたいと思います。スポーツ電気ですね。リンアウトでも多分いけるけどハンドルこじる感じになるかな。リンアウトもいけるけど、そうっすね、多分極低速だとリンアウト使えると思うんです。でもワインディングだとリンインの方がいいですね。気持ちいいと思う。体をインに入れるだけですーって曲がってってくる。すごい気持ちよくライントレースしてくれますね。曲がりにくいってことは一切ないです。すごいっすな。体を落とし込むだけでスイッて曲がっていってくれると。ここからはねちょっと危ないんでのんびり行きます。排気音がね心地いいっすよね。マフラー変えるのにマフラーのステーの間をオイルラインがパイプ通ってるんですよ。でみんなそのブラケットをぶった切っちゃうんだけど、ぶった切るかオイルライン1回エンジンから抜いて差し直すっていうのをしないといけないんで、オイル交換の時じゃないとまずオイル抜かないとねあれなんで、それかぶった切るかっていう、みんなサンダーで切っちゃってるんだけど、さすがにそれしたくないなっていうのもあって、でとりあえず 9R のサイレンサーつけてみようかってことでつけたんですけど、ええやんってなってるですねあんまうっさいのもあれなんで、本当に程よいバランスのいい音。これも YouTube でね体験したんですよ。他の人の動画を 9R のマフラーの音を出してるね。いやええわ、これはええわってなる。安いしね。リュエルの純正レーシングマフラーはもう10万ぐらいするんで、中古でね取引されてる価格が失礼します。10万は出せんなと思って、でかつそんなうるさいのも求めてないから、これでちょうどいいなって感じ。
到着。こんな感じですね。エンジン切っても終わり続ける。奈良県桜井市にある高人の里かさそばどころさんです。冬の時期は毎回日清そばを、夏の時期はネギそばをよく食べます。どちらも美味しいです。ヒレ角ね、こんだけしかないですほら、全く倒さずに U ターンするとこんな感じで、この後は針まで向かおうかな。とりあえず針までまた走って、でちょっと休憩して折り返して、でちょっと別の動画もね撮りたいんで、詳しくこのバイクのことを説明した動画も作ろうと思ってるんで、その撮影をして、で温泉に行って帰ります。お邪魔しました。よいしょ。このバイクなんですけど、空気圧の規定値がね結構高めなんですよ。フロント 2.2 リア 2.5 とかに下げちゃうと結構切れ込みが強くなっちゃったですね。いろいろ試したんですけど、規定値が一番気持ちよく走れる感じでした。まあそりゃそうだろうって話なんですけど、程よい振動がねすごい心地いいバイクだと思います。まあパワーは十分ですね。自分的に公道でまあ100馬力あればもう十分ですね。それ以上持て余すかなって感じ。本当に免許吹っ飛ぶよねここら辺の裏道でめっちゃ気持ちいいですよね。たまにね農業の人たちがいるんで気をつけないといけないですけど、ゆっくりね流す分にはめちゃくちゃ気持ちいいです。関西のバイク乗りなら一度は来るハリテラスですね。休日になるとね本当にすごいダイスのバイクが集まります。たまにね珍しいバイクとかも見れたりして楽しいですね。はい、到着。ここが大工置き場ですね。やっぱいっぱい人が、平日というのにね。道の駅ハリテラスに到着しました。少し休憩したらまた引き返そうと思います。ハリテラスは昨年経営者が変わって、来年から2030年頃までリニューアル工事が行われる予定になっています。動画もいっぱい撮ったんで帰ろうと思います。よいしょ。なんて多角形コーナリングなんだ今の爽やか、いいね。湖面がキラキラしとりますね。綺麗です。ちょっと仲良くなれた気がするね。もともとねバーハンだから振り回すのがやっぱ軽いんだけど、ロールとかなんかこう動きは軽いんだけど、やっぱ質量はねそれなりに感じるんで、
まあ、2班みたいに本当振り回せるって感じでもないかな。軽いですよ、もちろんロールの動きとかね。本当にビュエルでよく言われるマスの集中化ってやつをよくとても感じるっすね。加速する時もね、なんかすごい一塊でドーンっていくみたいな、なんかロケットみたいな感じですよね。本当に実寸以上にちっちゃく感じるのはありますね。この音だとね、そんなに迷惑ならんからいいっすね。最初はね、なんか結構せかされるバイクだなと思ってたんですけど、いや、意外とそうでもないのか。もっと低回転で、思ってたより低回転で走れば、全然ゆっくり走れる。ハーレーのエンジンってことを忘れてましたね。ハマるかどうかだな。ハマる人にはめちゃくちゃ噛み合うと思うけど、でもね、刺激はめちゃくちゃありますね。電車走ってる特急っぽいですね。刺激はめちゃくちゃある。本当になんだろう、この押し出しの強さとか振動とか音、なんかただものじゃない感がすごい伝わってくるんですよね。普通じゃない、何かすごいものに乗ってるみたいな。体の下に V 型の V ツインのリアバンクがあるわけなんですよね。で、膝の間にフロントバンクがあるぐらいのポジションなんで、それ考えるとやっぱ変なバイクだな。いやでもめっちゃ楽しいですけどね。ロケットっすよ、ロケット。ウィンドシールドはついてないんでね、ここはやっぱりネイキッドに慣れてる人なら大丈夫、慣れてない人はしんどいかも。120ぐらいがしんどいですね。もうヘルメットめっちゃ押されてますって感じで、パワーはね余裕で有り余ってますね。安定性も問題ない。ほら、手離しても大丈夫。どっちに寄っていくこともないですね。橿原の街並みですね。橿原神宮がネビ山かそこら辺にあるんですけど、で、大宮神社が右にあると。で、バカでかい鳥居が大宮神社の鳥居で、ここが日本の生まれの場所ですね。飛鳥の湯があったはずなんで温泉行きたいんですよね。で、あとね、やっぱり各部の寸法はコンパクトって言われてますけど、車体ハンドルの遠さとか、あと足つきのね悪さとか、そういったものはやっぱりあっちの国の人向けに作られてるんで、やっぱりしんどい人はいるだろうなって感じ。これもやっぱ試乗して見てもらった方がいいですね。コンパクトとはいえ足つきは良くないし、ハンドルも遠いし、結構大変かも。でもやっぱこの音と振動とね、刺激とあと見た目かな。バグアイの丸め2頭ね、この見た目とか、このグラマラスなフレームとかね、この短い
シートカウルにでっかいタイヤっていう、こういかにもストリートファイターっていう見た目が好きな人だったらもう乗らない手はないですよね。あとまあ若干外装はチープだなとは思うっすね。このスイッチボックスとかね、ハーレーとか結構高級感あるけど地味っすよね。てかヤマハだよこれまあそうブレーキレバーもこれマスター R1 と一緒ですからね。 4XV の R1 と一緒なんでレバー流用できるはずです。てかノーマルレバーの裏に 4XV って書いてますからね。左もねヤマハでよくあるタイプなので、ただピボットに純正レバーだとブッシュ入ってるんですけど、ブッシュがなかったと思うんですね、ヤマハのレバーって。まあただ多分形状一緒だから径は合うと思うんで、レバー折れちゃったって人はヤマハのレバー利用できると思います。太鼓の受けとかちょっと一回買って調べた方がいいな。自分もスペアレバー欲しいんで買って調べようと思います。あとはキャブのそうだね、ピックアップ鋭すぎてちょっとしんどいって人はキャブの古い、まだ本当にスポーツスターのエンジン積んでる頃のビュエル選んでもいいかもしれないですね。あっちの方がね、自分でメンテナンスする人はね、絶対あっちの方がメンテナンスしやすいです。フレームがパイプのね、トラスフレームだったり、このチンスパはやっぱ整備性は良くはないです。やっぱ、いろいろと、できないことはないって思ったよりは悪くなかったけど、スポーツスターと一緒でエンジンがね、特に、ミッションのオイルが温まっちゃうとシフトが入りづらい。逆にクラッチのキレは良くなるんですけどね。もうなく温泉に着きます。温泉入って、ゆっくり帰ろうと思います。そこはちょっと撮るかわからないんですけど、とりあえずひとまず本日はご視聴いただいてありがとうございました。動画は多分今日撮った分で何本か上げれると思うんで、ぜひぜひご視聴いただければ幸いです。でもしなんかビュエル買おうかなと思ってる人がいたら、どうなんですかみたいな気になることを聞いてもらったら、うちのこの XB1212SS のことに関しては分かるので、質問とかコメントにいただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。今ここに入って帰ります。ではでは、ありがとうございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がビュエルを購入しようと思っている方の参考になれば幸いです。この動画がいいと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。It's worse when you're not here. Let's turn